はい、皆さんこんにちは。音声翻訳機 YouTuber の中トンです。今日はですね、タイムケトルの M2 という翻訳機を使って日本語からフィリピン語への翻訳、フィリピン語、タガログ語ですね。それの翻訳のテストをしてみたいと思います。というのもですね、私DMM 英会話をもう結構5年ぐらい前から、ちょっと一時期やめてた時期もあるんですけど、やっておりまして、その中で今日のレッスンの先生に、この M2 を使って日本語からフィリピン語に翻訳した結果をちょっと見てもらったら、結構正確でいいっていうお話をいただいたんですね。なので、ちょっとこれコンテンツにしてみようと思います。今回使うのはこのタイムケトルの M2 という、本当に幕開けで発表になったばっかりの音声翻訳機で、タイムケトル社さんからレビュー依頼でこれをいただいています。で、翻訳のテストをするのがこちらですね。DMM 英会話のデイリーニュースという教材があるんですけど、そこの中で質問があるんですね。質問に日本語と英語が書いてあるので、これの日本語を私が読んで、それを M2 を使ってスマホのアプリでフィリピン語に翻訳して、その内容をここに貼っていきたいと思います。私はフィリピン語がわからないので、正しいかどうかを判断することがないんですが、この動画をネタにですね、また DMM 英会話で先生と会話をして、どれぐらい正しく翻訳されているのかっていうのを後で確認してみようと思います。では、行ってみましょう。はい。それで、これが翻訳できるんですけど、例えばですね、これで私が押すと、皆さんこんにちは。Hello lahat. というふうにフィリピン語で翻訳されるというわけです。じゃあ、このデイリーニュースの題名からまず読んでみましょうか。あ、やばい。Isinalin ito sa Pilipino sa hangin. Basahin natin muna ito mula sa pamagat ng pang-araw-araw na balitang ito, mapanganib. では、まず、デイリーニュースのこの題名から読んでいきたいと思います。この新記録達成ですね。じゃあいきますよ。新記録達成のロボット、背が高すぎて倉庫から出せない。Ang robot ng bagong record achievement ay masyadong matangkad upang makakuha ng out ng tumatakbo. なんかロボットって言ってたんで、どうなんでしょうね。はい。はい。じゃあ、このデイリーニュースの最後の方に先生から質問を受けるんですけど、その質問の内容です。じゃあこの人型ロボットをっていうのいきますね。人型ロボットを直に見たことがありますか？ Nakakita na ba kayo ng isang humanoid robot ng personal? 人型ロボットはヒューマノイドロボットって普通に英語で翻訳してましたね。はい。じゃあ次行ってみたいと思います。個人用ロボットを持っていたとしたら、どんな仕事や作業をしてもらえますか？ Kung kayo ay personal na robot, anong klaseng trabaho o trabaho ang gagawin ninyo? 今ちょっともらえますかっていうふうに日本語で認識されていたので、もう一回やっていきたいと思います。個人用ロボットを持っていたとしたら、どんな仕事や作業をしてもらいますか？ Kung kayo ay personal na robot, anong klaseng trabaho o trabaho ang gagawin ninyo? もらいますかって今ちょっと気をつけて言ったんですけど、もらえますかというふうに認識されてしまいました。これはこれで次行ってみたいと思います。ロボットの助けがあれば、あなたの仕事は楽になると思いますか？ Sa palagay ba ninyo mas madali ang inyong trabaho sa tulong ng mga robot? じゃあ4番目。ロボットの使用によって最も恩恵を受けるのはどの業種だと思いますか？ Aling industriya sa palagay mo ang makikinabang karamihan sa paggamit ng mga robot? はい。じゃあ次で最後ですね。行ってみます。ロボットでは決して行えない仕事は何だと思いますか？
Ano sa palagay ninyo ang hindi kailanman magagawa ng mga robot? はい、ということで、デイリーニュースの題名と、あと5つの質問文について、日本語からフィリピン語に翻訳してみました。これについては、この動画を作った後、DMM 英会話のレッスンを受けた時に先生に見てもらって、その内容がどうだったかっていうのをまたちょっと聞いてみたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録もお願いします。では皆さん、また会いましょう。さようなら。